ロータスホンダ 100T パート4チームスタッフの思い。1988年に、思わぬ苦戦をしたロータスチームだったんですけども、チームの皆さんはどういうふうに思ってたのか。主にチームのエンジニアの人たちは1年間どんなことを感じてたのかっていうのをね、紹介したいと思います。1、スティーブ・ハラム。最後まで突っ走った1年。2、ティム・デンシャム。ふさわしい結果を得られず。3、ジーン・バルニエ。変わってしまったチーム。今回も GP カーストーリーのインタビューを参考にさせてもらってます。スティーブ・ハラム、ピケ担当レースエンジニア。とにかくマクラーレンとのとてつもない差を埋めるのは非常に難しいことだった。劣っている点を何とか解決しようとしていた。ドライバーが変わっても私たちのコミットメントは変わらなかった。同じエンジンを積むマクラーレンがすごい速かったんで、その差を何とか埋めようとしていたってことですよね。ロータスの車が遅いと言っても、現場にいるエンジニアの皆さんが別にサボってるわけじゃないですよね。現場にいる人たちは一生懸命車を調整して少しでも車が速く走れるようにしているわけですよね。ロータスは依然として全 F1 チームの中でもトップかその周辺にいたんだ。努力を惜しまず最終戦まで突っ走った。しかし本当にタフな一年だったよ。これね、エンジニアとしての誇りというか、実際にそうだったんでしょうけど、ロータスはトップチームだったんだと。で、最後まで努力を惜しまず頑張ったと。本当にタフな一年だったと。この最後まで頑張ったっていう証拠が、最終戦にピケ選手が3位表彰台に上がって証明してますよね。最後まで車を改良し続けたんでしょうね。ティム・デンシャム、中島担当エンジニア。チーム全体が方向性を失っていて、適切なリーダーシップがなかった。当時のロータスは幸せな職場ではなかったということだ。少なくとも私にとっては自分がやっていることを楽しめる場所ではなかった。自分たちの努力を思えば、もっといい結果がふさわしかった。本当に残念だ。はい。まずね、ティムさん、チーム全体が方向性を失っていたって言ってますね。これはF1 に限らずね、ダメになる組織の症状ですよね。少なくとも自分がやっていることを楽しめなかったって言ってますね。簡単に言えばやりがいとかね、そういうものがなかったんでしょうね。で、ちなみにこれはね、中島選手のレースエンジニアをやっていることがやりがいがないって言ってるんじゃないんですね、ティムさんは。逆に、レースエンジニアをやりたかったで、この年はね、いろんなテストエンジニアとかもやってましたんで、そういう全般的なことがね、幸せじゃなかったって言ってるみたいですね。ジーン・バルニエ、シニアデザインエンジニア。チームのリーダーシップが変わりつつあり、それが正しい方向とは思えなかった。古くからチームにいる人間がないがしろにされるようになってね。ジェラールが去り、経験豊富なスタッフが去っていき、私もチームを離れた。ここでもね、また、チームのリーダーシップが良くなくなったって言ってますね。で、この真ん中に書いてある。古くからチームにいる人間がないがしろにされる。これも F1 に限らずダメな組織あるあるですよね。昔から頑張ってる人がなんか無視されて、例えば新しく来たどうでもいいやつが出世したりとか、会社でもあるじゃないですか。そういう状態だったってことですね。で、このジーンさんは、ドゥカルージがね、いなくなって、その後間もなく他のベテランスタッフもいなくなって、この本人もチームを離れたっていうことみたいですね。はい、まとめです。最後まで諦めず、マシンの改良を続けたが、努力にふさわしい結果を得られない一年だった。チームは方向性を失い、離脱者が続出した。現場のね、技術者の人たちは、とにかく最後までね、一生懸命やったと思うんですね。現場じゃないデザイン側の人たちもそうかもしれないですけど。ただ、技術的なことよりも、うまくいかなかった根本的な本当の根っこの問題っていうのは、チームの方向性がなくなったというかね、っていうことだと思うんですよ。それでまとまりがなくなって、結局各技術者がうまく働かなくなったっていうことだと思いますね。はい。これが88年のロータスチームの状況だったっていうことですね。はい。今回で、100T の動画は、これで終わりにすると思います。ホンダエンジンのね、話を紹介してないんですけど、マクラーレンの動画とかで、たくさん話してますんで、よかったらそっちで見てください。エンジン同じなんでね、内容もほとんど同じです。はい。いつもいいねくれる方ありがとうございます。動画しばらく作らなかったんですけど、今回のシリーズもね、たくさんの方に見ていただいて大変ありがたいです。またね、動画作りますんで、ぜひね、コメント、高評価よろしくお願いします。